じゃあ動いた。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビババンババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンあービバンむっちゃんの尻尾にチュールがついちゃったよ。藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにチュールと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。今画面に収まっておりますのが、グレーのグーちゃん、チャトラのマサルくん、白黒のクータくん、画面に収まっておりませんが、白茶のゆりさん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらから、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。なんとなく石焼き芋的な感じになってみた。ゆりたん映ってなかったけど、一生懸命ね、参戦しておりましたな。で、たまちゃんはいないんだよ。たまちゃんはこたつの中かな。はい、たまちゃんはこたつの中でおててないないしておりました。かわいい子ちゃん。ゆりたんは、椅子の後ろに行かないで。やっと映ったと思ったのに、そこに行っちゃうんだな、ゆりたんはな。で、一日一個生きた。猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの、ジャスティース。まちゃくん、ジャスティース。今日も塩入りさゆですよ。いやいやあったかいけどな。今日は足りなくなるなと思ったんで、沸かしてね、足したんで、で、ほぼポットに1杯ぐらいになったんで、割とあったかめの塩入りさやでございますよ。なぐちゃん寒いな、お皿邪魔。はい、すいません。はい、もうちょっと、舐める
投げるんだと映ってほしいかな。でも映んないか。どうせ映んないからいいか。はい。じゃあ、ごゆっくりどうぞ。おっきい子ちゃんチームな。今日はおっきい子ちゃんチームがヒーターの前でございますね。ちっちゃい子ちゃんチームはこたつの中に入ってしまったね。てんたまさん、恋よ、ジャスティス、ありがとうございます。みじこさん、皆様、こんばんは、ボスは。たぬこさん、こんばんは、ジャスティス、ありがとうございます。ピヨンさん、ジャスティス、こんばんは、ボスは。てんたまさん、お許しくだせえ。お許しくだせえ。ミンネに登録したときに、町名まで打ち込んで、番地が抜けてました。あ、やっぱりそうなのか。この住所で届くんだ。へえ、すげえ。どんな豪邸に住んでんだと思ってた。だからさ、あれ私がもしかして書き間違えたのかなとかとも思ったんだけど、ね、住所書くときにさ、あれ、これで届くんだ。すげえ豪邸に住んでんだなって思ったんだよね。聞けばよかったね。本当そういう気が回らないんですよ、私。だから、社会生活がね、できないわけよ。普通だとさ、そういう時にさ、起点が効くんだよね。これ多分間違ってるだろうな、みたいな感じで。送る前に聞いた方がいいよなっていうさ、そういう起点がさ、普通の人は普通に回るんだよね。私そういう起点がね、ほんと聞かないのね。で、こういう皆様にご迷惑をおかけして申し訳ございませんっていう感じな。じゃあ、つまり福袋は返送されてると思います。そうか。了解いたしました。了解いたしました。今日は一歩も外に出てないからね。あ、一応農協には行ったのかな。一応農協行こうと思って農協の方を見たけど、品物が何も並んでないなっていうのが見えちゃったんでね、農協の前までは行かず、行こうと思って見て、なんもねえなっていうのが分かって、戻ってきて、それだけなんでね、ポスト見てないポストを見てないのでね、今じゃ返品されてる感じかな。大変失礼いたしました。てんたまさん、いえ、こちらの責任ですので、いやね、違う、そうなんですよ。どっちだね、違うとかそうとかどっちだって感じなんだけど、違うんですよ。そうなんそうなんですよ。だから、働いてた時もさ、よくね、同僚がさ、そういう起点が聞くわけよね。で、私はそういうのにさ、よく救われたわけよ。まあ、それのおかげで、なんとかギリギリ、なんとかギリギリな、そういう人がいてくれる時には、あまりね、お客様にご迷惑をかけずに、まあ、済んだけれども、これさ、一人になるとな、そういうの全然できないので、本当ご迷惑おかけしっぱなしで申し訳ございませんっていう感じですよ。カニタさん、こんばんは。ジャスティス、ありがとうございます。てんたまさん、対応についてはみんなの質問欄からまた、カニタンさん、こんばんは。そうですね。そうなると思います。返送されてるのを気づいてなくて申し訳ございませんでした。ね、今日はさ、クータンがさ、お腹の調子がよろしくないのよね。まあ今日はというかさ、気づけば昨日もね、ゆるいうんちだったんだよ。で、よくよく考えれば、一昨日ぐらいもね、なんかちょっとゆるいうんちしてたんで、だから今日3日目ぐらいなんだよね。で、まあ大体様子見するのって、まあ2、3日ぐらい元気であれば2、3日ぐらいで治るよっていう感じだと思うんだけどさ、3日経ってね、元気だけどさ、みたいな感じでね、まあ元気だからいいっちゃいいのかもしんないけど、
ずっとゆるゆるでな、なんだかね、うんちするときは辛そうな感じだからさ、それは気の毒なんてね、なんとかなんねえかな、みたいな思ったんだけど、体が冷えてんのかなとも思うんだけどね。でも、クータンはね、こたつの中じゃなくてね、ああやってうろうろしてんだよね。なかなかじっとしてないんだよね。こんばんは、ジャスティス。カニダーさん、こんばんは。謎が解決ですな。そうだよね。解決したからひとまずよかったよな。テータマさん、こちらこそご迷惑をおかけして申し訳ございません。大樹さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。テータマさん、大樹さん、こんばんは。ね、そうだ。で、今日は農協行かなくって、で、相変わらずね、イオンの方からさ、電話またかかってきてな。自分でかける気ないからさ、電話代もかけてたまるかみたいな感じなんでさ、借りてる方の私なんだけどさ、借りてて返してなくてご迷惑かけてるのは私の方のはずなのにさ、私だってそれなりに頑張ったのにさ、報われないからさ、なんかね、逆切れしてる状態だけどさ、まあそんなんで今日もな、日本のカード会社から電話がかかってきてな、で、まだ確認取れてないんですけど、みたいな感じでね、あ、そうですね、みたいな感じで、振り込みできなかったんですよね、つってさ、言ってんのにさ、振り込みしてもらわないと困ります、みたいな感じでね、振り込みできないって言ってんのに、振り込みしろって言われてもどうしたらいいんですかね、つってさ、イオン銀行じゃなきゃダメっていうことですよねっていうふうに聞いたら、いや、コンビニの、普通に ATM で大丈夫ですよ。そのね、カードを突っ込めばっていう話だったけど、いや、そうやってもダメだったんで、イオン銀行じゃなきゃダメっていうことですよねって言ったら、そうですね、みたいなことになって、で、イオン銀行どこにあるかわかんないから、いろんな人に聞いてね、調べてね、そこまでは行ってるんですよっていうふうに言ってさ、でね、なんか、10、18日、19日までになんか振り込まないと、あの、制限がかかるって、カードの制限がかかりますって言われてさ、ああ、そうっすか、みたいな。もう別にいいよ、みたいな気になってかな。でさ、あ、そうですか、みたいな感じで。明日ならいけるかなと思ってるんですけど、明日なら大丈夫ですかねって言ったら、あ、明日の2時までにお願いします、みたいな感じでさ、2時。なんか指定されてるとか思いながらさ、わかりました。つってさ、まあそんなやりとりがあったんでね、スーパーには行く気になれず、スーパーには行く気になれず。でね、午前中は割と今日はね、なんかあんまり寒く感じなかったんだよね、うちのベランダはね。なので、今日はベランダ菜園のね、なんだ、収穫日和になってしまったなっていう感じ。でね、なんとなくでさ、今日収穫したけどさ、明日から冬の土用なのよね。いやー、ギリ。そうなのかと思って、自分のね、野生の勘で今日のうちにね、収穫しちゃったところが、我ながらすげえと思ってね、明日から土曜なんだよね。2月の3日ぐらいまで土曜なんだよね。長いんだよね。なので、ギリ、収穫しといてよかったよっていう感じ。大樹さんこんばんは。イオンさん、農協へはもう何度も行きましたね。行きました、行きました。藤子住む、美しとマイペース東京、そんなタイトルなのか、俺が生まれる前だな。てんたまさん、ピヨンさん、その曲、昔、オールナイトニッポンで聞いたことあります。あ、オールナイトニッポンだったんだ。なんか、もう何度も行きましたねっていう
フレーズのところだけはなんか知ってる。だから CM かなんかで使われてたんじゃないかなと思うんだけどね。ピヨンさん、てんたまさん、すごい記憶力な。すごい記憶力っていうか、まあ、通じるっていうことは、ピョンさんも覚えてるっていうことなんだろうな。てんたまさん、クレジットカードの対応処理は厳しいですよね。ね、なんかこの前の人はそうでもなかったんだよな。で、今日の人はね、最初になんかいろいろ間違えてたんで、いろいろ間違ってたんでね、待ってたんで、少々お待ちください、みたいな感じで。結局確認してきたところ間違ってるんで、おーいって感じでね。だから態度的に逆だったんだけど、振り込みしてもらわないと困りますみたいな感じだったからさ、いや別におめえ困んねえだろ。どうせ私振り込まなくてもあなたのところに給料は入るんだろうからさ、別にあなた困らないですよねみたいな感じ。困ってんのは私の方なんで振り込みしようと思って頑張ったのにさ、振り込めなかったんだからみたいなさ、なんか逆ギレ状態なんだよな。ペンタムさん、滞納処理でした。はい。滞納しておりますよ。絶賛滞納中でございますよ。っていう感じな。で、なんだったっけ、土曜の牛の日の前にな、ギリ、収穫しちゃったよっていう感じか。で、野菜がなかったからね。で、収穫だけはしたんだけど、結局その野菜は今日は食べてないんだけどさ。で、株の葉っぱがさ、なんか黄色く枯れてきちゃってるんでね。で、大きくもならないんでさ、これもう収穫時過ぎてんのかなと思って、ただ大きくなってないからなと思ってね。だからまあそこそこ大きくなったやつは、いいや、収穫しちゃうかっていう感じでね。で、まだちっちゃいのは頑張って育ってくれみたいな感じで残してあるんだけどさ。で、あと、人参な。なんか株だけじゃちょっと少ないし、で、人参はもう収穫しなきゃいけないのに寒くなっちゃって嫌になっちゃって放置してたやつなんでさ、今日なんか寒くないから、人参収穫しちゃおうかと思ってね、人参収穫して、でね、人参はちょっとどうかなと思って、あんまり期待できない感じだけどなと思ったんだけど、まあ自分が思ってたよりは割と人参だった。なんか見た目的にね、前育ってた時はちゃんと上から見るとね、人参の、オレンジ色の丸いのがさ、見えてたんで、人参になってるなっていう感じだったんだよね。でもさ、今回さ、その様子がさ、全く見られないので、いや、これ人参できてんのかなっていう、葉っぱだけかなっていう感じだったんだけど、まあ、思ったよりは、できてたかなっていう感じだったね。なので、まあ、良かったよ、みたいな、状態でした。あと、まだね、さつまいも掘ってないのよね。でもね、葉っぱがね、いい加減枯れまくってるんでね、で明日ゴミの日だからさ、ゴミでね、出せるようにと思って、さつまいものつるは買ってね、で、ゴミ箱に入れちゃったんだよね。だからあとはゴミじゃない、さつまいもをね、掘らなきゃなっていうふうに思ってたんだけど、なんと、冬の土用だよ、みたいな。ただまあ、土用ということはよ。土用ということは季節の変わり目っていうことだからさ、これ、春が来るっていうこと春が来るっていうことですかみたいなね。春が来るのはちょっと嬉しいけれども、でも開けるの2月の3日だよねって。2月の3日まだ寒いよね。みたいなね。ちょっと嬉しいんだか、どうなんだかっていう感じだな。てんたまさん、クレジットカードを滞納して、そのまま払わなくても、保険会社が補填してくれると聞いたことがあります。そうだろうな。そうだろうな。まどかさん、こんばんは、ボンソワ。てんたまさん、まどかさん、こんばんは。本日もしぶとくやっておりますよ。
ピヨンさん、さつまいものつる美味しいよ。そうなんだろうけどさ、新鮮な感じの時だったら美味しそうなんだけど、もうね、枯れ果てて、枯れ果てて、もうね、ちょっと食べる気しないっていう感じなので、あの、捨てたいっていう感じね。またね、育てればいいでしょっていう感じでね。たださ、意外と場所を取る割にはさ、そんな収穫できないよね。そう考えると、なんかあんまりどうだなんかあんまりコスパ良くない気がすると思ってね。やっぱり葉野菜をね、ハイペースで育てていった方のが、なんかコスパいい気がするみたいなね、感じになってきたの、最近な。吉井さん。携帯を止められ、シェアハウスの家賃滞納シェアハウスに住んでたの？家賃滞納し、シェアハウスを出て行けと言われている友人がいますね。あ、なるほどね。ヨッシーさんにそんな時代があったのかと思っちゃって。違うのね。友人がいますのね。いいな、その友人。やるな。ヨッシーさん、来月、滞納分のうち、1月分、払うからとお願いしたらしいです。来月、今現在か。今現在、携帯止められて、家賃滞納して、出てけと言われてんのか、この寒空でな。辛いな。来月払うから、1ヶ月待ってくれっていうことか。この寒いのに辛いな。でもシェアハウスだとそうかもしれないね。次の人が入ってくれば家賃入ってくるわけだからな。てたまさん、よしさん、携帯止められるときついですね。今の時代で携帯止められたら何もできんもんな。支払わない限り、これからどのキャリアも契約できなくなりますので、ああ、そうなんだね。なるほどね。デジタルデトックスだな、一生。まどかさん、今日はカフェ、ベローチェで気持ち悪い。ぐーちゃんとクータはかわいいな。まあ、親子ですけどね。なので、マザコンカップルっていう感じかな。気持ち悪いカップルを見ましたよ。おめでとうございます。女性が男性を一方的に叱りつけてる。つけてる。ほんま、不気味でした。でもそれはありがちじゃね？ありがちじゃね？女性が男性を一方的に叱りつけるはあるあるよね。あるあるだしさ、最近なんか分かったんだけどさ、その絵本作家の人がさ、話してたのが、なんかね、男の子のお母さんが、なんか男の子って意味不明っつってね、なんか切れてるらしいんだけど、確かにうちの母親もそうだった気がすると思って。なんか私育てるのはまあ楽だったんだけど、なんか弟を育てるのがもうほんと全然大変で、全然大変で、こうも女の子と男の子は違うのかって、まあよく、文句言ってたよなっていう記憶があるんでね。だから男の子のお母さんは、本当男の子は意味不明っていうふうにね、なんかよく、なんか困ってらっしゃるらしいんだよね。で、それがなんでかっつったら、男の子はお母さんが怒ってる内容を全く聞いてないんだって。で、全く聞いてなくて、で、これ終わったらあれしよう、これしようとかね、もう全然ね、その怒ってる間、聞いてない。
から、全然わけわかんないんだって、お母さんにしてみたらさ。ね、こんな言ったのに、聞いてた？みたいなことになるんだけど、聞いてないんだもん。聞いてないんだから、そりゃそうだよ、みたいなね、ことになるらしいんだよ。だから多分そのほら、カップルにしてもね、彼女がね、なんか言ってること、怒ってることに対して、男性はね、多分ね、聞いてないんだよ。聞いてないんで、だから女性がもうね、分かってもらいたくて、もうずーっとね、同じことを繰り返してるっていうね、構図だと思いますよ、おそらく。ね、ジェンタマさん、東京ではよく見かける光景なんですね。まあ別によく見かけるわけじゃないけどね。私なんかほとんど見ないからさ。ほとんど見ないけど、前もほら、さゆりさんかなんかがさ、ね、隣のカップルが、絶賛別れ話中でとかさ、なんか話のネタよくあるよなって思って、あとはね、なんかドラマとか見ててもさ、そういうシーンってさ、なんかあったりとかするじゃんか。なんかあるあるじゃねって思うんだけどな。カニタンさん。そんな人からは、速攻で離れた方がいいです。こっちの細胞がやられるよ。あ、そうそうそう。だからさ、自分が出してる波動でな、まあそういうことのに遭遇することもまあたまにはあるかもしれないけど、まあね、そういうのに私はほぼ遭遇しないんですよ。大概ね、平和な感じ。大概平和な感じのね、ところにいることが多いんだよね。そういうのに遭遇することが。まあ、ほぼなくなったよね。ただ、昔はあったよ。怒ってるおっちゃん。今でもまあ、稀にはいるけどさ。だから稀にいると、久々だな。久々だな。あれ、今日私そんな波動出してたかなとかさ、まあ思っちゃうんだけども、ね、前はよくね、あったかな、怒ってる人に遭遇することね。だから、なんだろうな、レジとか並んでて、で、怒ってる人とか、なんかそういうのにさ、よく遭遇した気がするんだけど、今もう全然遭遇しなくなったもんね。いやー、これ多分私の波動変わったんだな。今日出してる波動がきっとね、いい感じなんだなとかってね、勝手にいい方に取ってるけど、みたいなね、感じ。よしさん。でも、滞納友人の携帯は、最新型の iPhone でさ、なるほどね。私に自慢してました。いいね。そう。そういう人ってそうなんだよね。自分を幸せにするプロなんだよ。自分を幸せにすることのプロなんだよな。だから、お金が、一番ではないんだよね。なので、その最新型の、iPhone 持ってる、ウキウキ感をね、一番にしてるから、そういうのにお金使うわけよね。ヨッシーさん、電話としては、機能してない。そうだね。確かにな。確かに。ただ、まあ、iPhone、なんだろう、携帯でそんなに通話で使わないよね。なんかそれ以外、もうほぼ、なんだ、持ち歩き用のさ、ハンディタイプのパソコン的なさ、もんじゃんか。スマホってさ。だからまあ、電話は機能してないけど、ただ、そっか、他の機能もダメなのか。電話だけじゃなくて、他の機能もダメなのかな。他の機能はいけんのかな。わかんねえな。ヨッシーさん、電話としては機能したようだ。ルカさん、店内だと席がなかったです。ほどなくして店を出ました。言いにくいですが、おかしな感じ。
買い物できないなら、お金返してね。買い物できないならお金返してねとか、話聞いてるとき、メモなんで取取らないのとか、だから約束事だったんじゃないの？そうやってさ、いつも言ってんのに何も聞いてないから、もう私が話してる時はもうちゃんとメモ取ってとかさ、なんか約束したんじゃないの？でも取らないから、また切れてさ、なんで取らってことにさ、まあ、なってんじゃないのっていう感じね。そう、だから最近はそういうことがあるとね、なんだ、その場から移動するかな。だから前だったら、我慢してね、なんだろう、その場でちょっと我慢したりとかしたけど、なんかそういうことがあると、すぐ席立ってね、どっか行っちゃったりとか、そういうこと最近するね。もしそういう場面に出会った時ね、自分的に心地よくない状態だった時は、その場からすぐ去る。ただ、私的にはネタそういうのってそういうのって絶好のネタになるなと思ってね、このライブのネタになるなと思って、多分ワクワクして聞いちゃう。ワクワクして聞いちゃうと思うけど、みたいなね、感じかな。てんたまさん、ヨッシーさん、その iPhone も2年レンタルではないでしょうか。2年レンタルっていうのがあるんだ。へえ。一括購入なら、売れば10万近くにはなるでしょう。一括購入、売れば、ああ、そうだね。まどかさん、パソコンとかないと、ネットにつながるのはスマホだけだったりしますかね。ネット止まると厳しいですね。そうなんだよ。ネット止まるとね、厳しいよな。でね、だから、停電とかなったとしたら、まあ、電気使えないだけで確かにさ、ものすごい不便っちゃ不便だけど、もうネット繋がんなかったらさ、やることない。もうさ、ネット繋がったらやることないじゃんとかって思うから、だから停電になっちゃったら、もう別になんかね、寝るしかなくねとかって思うんだけど、どうなんでしょうか。ヨッシーさん、てんたまさん、購入したと言ってました。予約するのが大変だったらしいです。最新型のだからね。電話は不可だが、お店の Wi-Fi を利用できる、そうだよね。だから Wi-Fi あれば、多分ね、電話は無理でも、それ以外のさ、アプリ使ったりとか、あと、なんだ、YouTube 見たりとか、なんかそういうことはおそらくできるだろうと思うからさ、もうそれだったらもう十分よね。十分よねって思うんだけど。ヨッシーさん、確か15万くらいしたと言って、自慢してきます。そうだね、自慢された時ってどうしたらいいんだろうね。そう、いたいた、最近は会ってないけどさ、ディズニーのな、ダンサーにハマってて追っかけしてた人な、年に1、2回ぐらいお手伝いに借り出されてさ、それで私は前はね、コロナ前はさ、ディズニーに年2回ぐらいは行ってたんだけどさ、その友人がな、なんか自慢してくるのよ。なんかダンサーのことかなわかんないの。何言ってんだか全然わかんないのね、私ね。何言ってんだろうと思うんだけど、すごい自慢してくるんで、へえ、すごいねって、まあ言うんだけど、まあ言うんだけどさ、何言ってんだか全然わかんないんだよね。っ
っていう感じ。まどかさん。ああ、確かに Wi-Fi 使えますね。そうそう。Wi-Fi あればさ、ね、YouTube 見れるでしょ。そしたらもう十分じゃね。十分じゃねって思うんだよね。通話なんか別にできなくたってよくねって思うんだけどさ。やっぱそうなんだね。電話つながんなくても Wi-Fi あればスマホは使えるんだね。じゃあよかったよ。な。で、タロットカードタロック。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ペンタマさん。自分なら iPhone 売って滞納してるお金払って、携帯は安い中古端末使えますね。偉い。ヨッシーさん、テンタマさん。そういう常識がない友人です。はい。私は最近そういう人を尊敬している。テンタマさん、納得しました。カニタンさん。支配的な女性ですね。お互いが対等で、自律的でないから、ずっと二人の歯車が噛み合わないように感じました。まあ、そうだね。で、それか、あとは女性がね、なんか気づいて、あ、こんなことしてても何の得にもなんねえと思ってね。だから自分の頭の中変えるしかないんだよね。自分の価値観変えるしかないんだよね。だからもしそっちの方向に転換したのであれば、まあね、いつか噛み合うっていうことではないかもしれないけど、まあそのままね、平和な状態で居続けることはできるようになるかもしれないよな。キヨンさん、案外、母と子だったりして、あ、確かにな。まあ、男性、女性の関係通と、まあ、そんなようなもんだよね。最初の恋愛状態の時は、まあ、男女っていう感じかもしれないけど、もう長年経ってくるとね、母と子みたいな感じになっちゃうよね。だから今、そんな状態っていうことになるんじゃないのかね。ね。で、そうだから自分が、価値観、あとは、まあその、人は鏡だからね、そのことを分かった上で、今自分がこのことに、怒りを、感じている。これは何だろうっていうことをね、分析できるようになってくるとね、まあ人との関わり方が、まあ楽しく、ちょっとは楽しくなってくるんじゃないでしょうかね。まあそれでも、日々日々、常にね、新しいことかなが、出てくると思うからね。まあ常にまたアップデートっていう、ことなんだろうけどな。まあ自分ファースト、なので自分になんか我慢させてるからそういうことが起きるわけよね。もうちょっと自分のことを大切に、してあげれば相手のこともわかるっていうのかな。まあ、相手のことを分かろうとしてるわけではない状態なんだろうな、そこはな。自分のことを分かってほしいっていう状態だから、自分が自分のことを分かってあげてないからそういうことになってるんだよね。だからまずは自分が自分のことを知ること、それが、やること第一弾でございます。まあそんなこと言ってもね、今のその状態の彼女には、響かないかもしれないけど、まあもしそれでいつもこの人にね、なんか怒ってて、そんな自分が嫌だなって思って、
どうしたらいいんだろうっていう状態になった時であればね、その話は、入っていくのかもしれないけど、そうじゃないだろうからな。その時にそんなこと言っても、響かないだろうけれども、みたいなね、感じじゃないでしょうか。はい。ぐーちゃんもいなくなっちゃったな。ヒーターつけたのに。ヒーターつけたのに猫ゼロ回。ねえ、どこ行っちゃったのかしら、うちの猫5匹はな。寒いんだけど、今日も。今日寒いんですけど、みたいな。だからさっきさ、ホットカーペット最強にしたんだけどな。最強にしてヒーターもつけてんのに。今日も寒いんだけど、気のせいかな。ね気のせいじゃないと思う。寒いんだけど、おかしいな。そりゃ、クータもお腹ゆるゆるになっちゃうね。で、今日はね、煮干しを水につけておいたので、それでね、動物性の出汁だから、植物性の出汁を入れたらいいはずだと思って、そうだ、とろろ昆布があるぞと思ったんでね、とろろ昆布を入れて、それだけだと、味が少ないかなと思ったんで、醤油入れて、お吸い物にして、でね、そこに溶き卵も入れちゃって、で、今日はお吸い物にして飲みました。大輝さん、はい、LINE でリアストップ、ありがとうございます。では、大輝さんから LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん！お！ジャスティス。ジャスティスが出たね。ジャスティス、正義。正義の反対だから、不誠実的な、私のことかい。滞納して逆ギレしてる私のことかい。もう自分ファーストって思ってからさ、常に自分が心地いい状態でいることが世界平和だと思ってるからな。逆ギレもして、OK ですよ。はい。ジャスティス。ジャスティスで出てくるかな。出てこなかったんだよね。確かね。だからタロットって入れなきゃダメなんだよ。タロット。これ。タロットカード正義。解説。はい。正義の正位置は公平さ。逆位置なら余計な感情に振り回されているかもしれません。今日のキーワードかね。基本的な意味やキーワード、はい、お願いします。正義の、基本意味。正義はフェアな判断を表すカード。描かれている中性的な人物は女性の裁判官。彼女は誰にも何にも感情移入はしません。カードの名の通り正義感にあふれており、法にのっとって客観的な判断を下します。言い訳や懇願は一切通用しません。一つ前の運命の輪とこの正義は人間がいかに無力であるかを物語っているのです。また、11にナンバーを持つタロットである正義のカードは、偉大なほどの洞察力や判断力、そして観察眼についてのメッセージも送っています。どうしたゆりたんは。正義に書かれたシンボルの解釈。兼、忖度しない、情をかけない、理性と理論、論理、2本の柱、
対立、ルール、天秤、フェア、倫理的にバランスをとる、裁判官のゆとりがある赤い衣装、感情移入しない距離感、余裕がある、意味とキーワード逆位置、不合理、合理性や理性を欠く何かが自分の中に可愛いな、潜んでいます。ただ、それをつまみ出すこともできるのです。逆位置の意味は、合理的な判断を邪魔する不要な感情が入り込んでいることを伝えています。思っているよりも心が不安定なのかもしれません。不正に手を染めないように要注意。はい。はい。逆位置。余計な感情。不当な扱い。焦り。矛盾。間違い。不正がある。怠け心が湧く。はい。バランスが崩れる。はい。逆位置。悩み別読み解き例。恋愛キープ。自分のことは棚上げ。仕事、見合わない報酬、ご都合主義、対人、人の間違いを指摘したい衝動。はい。決断、考えるのをやめる、最初の選択。はい。キャラクターに当てはめて読み解く逆位置。打算的で公平な判断が不要な場面で、市場を挟む。ひいきしたり偏った愛の注ぎ方をする。物事の判断基準が歪んでいる。はい。深読み。左手は受け取る手、右手は与える手と言われています。正義に書かれる裁判官は左手に法を意味する天秤、右手に決裁の剣を持っています。自分の感情は一切介入させず、法のジャッジを淡々と受け止め、裁判官の責任として、自ら権によって裁きを下す。まとめ。クールで公平なジャッジを表すカード正義は、逆位置なら間違った判断や不要な感情を表すカードでした。ただ、正義は冷静になれば正しい判断ができると伝えます。正位置の場合は、自分の感覚を疑わずに信じましょう。一方で、逆位置の場合は、小さな矛盾を少しずつ正していってください。はい。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、どういうこと？逆位置なら間違った判断や不要な感情。ただ、落ち着けば、なんとかなるよみたいな、カードだったかね。深呼吸、はい、しましょうっていうね、カードだと思います。楽しんでいただけてたら幸いでございます。終わり。まどかさん、美味しそうですね。美味しそうとろろのお吸い物ね。そうだね。ネギがあったらよかったなと思ったわけ。で、ネギないなと思って。まあ、ただ乾燥のネギあるからね、備蓄用に置いしておった。乾燥ネギがあるから、いいや、それ出しちゃえと思って、それさっき出してさ、ネギ入れてさ、で、あ、そうだ、柚子あったと思ってな。柚子いいんじゃねと思ってさ、柚子の皮も入れてね。美味しくいただきましたよって感じ。で、あとはね、ご飯ね。ご飯炊いたんだよね。今日は白米炊いたんだよね。昨日は玄米炊いたから、今日は白米炊いてね。なんだ。交互に炊いてんだよね。で、今日は白米炊いて、で、納豆はないので、で、前に開けちゃったゆかりがまだそのままあるんでね。ゆかりをかけて、半分ご飯食べてね。で、残りの半分を、そのお吸い物に入れて、おじやにして
食べましたよっていうね、感じですよ。で、今日は朝コーヒーのお供に、羊羹とね、羊羹じゃない、もなかだね。もなかと、干し柿をね、食べました。っていう感じですかね。あとなんか食べたんだっけな。ぐーちゃんね、ぐーちゃんなんか探してる感じだろう。ぐーちゃんなんか探してる感じなんだよね。なんか見えてるね。かわいいよな。かわいいな。まん丸だな。猫ちゃんは。猫ちゃんはかわいいな。で、あとどうしたんだっけ。今日はね、ワタミのさ、ワタミのお食事券使っていけるお店な、10店舗、全部コンプリートしたからなと思って、で、ランキング動画を作ろうかなと思って、ランキング動画ってそうだ。なんかね、作ったことないからさ、なんか、どうやって作るのかななんて思って、まあ、それを調べて、で、まあ、できねえやと思って。私にはできねえやと思って、で、最初ね、ランキング、まあ自分のやり方でやろうと思ってさ、その冒頭のね、映像がないなと思ってね、そのランキングに入る前の映像、どうしようかなと思って、いや、そうだ、アバターな。アバターになんか喋らせるっていうやつさ、なんかどうやってやるんだろうと思って、で、それのやり方調べて、で、結局、あ、ダメだ、私にはわかんねえ。なんかコメントにはさ、すごいわかりやすかったですとかさ、なんかわかりやすい説明ありがとうございますとかさ、いっぱいコメントに書かれてるのに、私にはさっぱり理解できなくて、わかんねえ、これダメだ、できねえと思ってさ、諦めたんだよね。で、あ、これダメだなと思ってね。まあ、いくつか見ていくうちにさ、キャンバでね、やってくれてる人がいて、まあ、キャンバだったら使い方最近ちょっとは覚えたからね、それでいけるかしらと思ってその動画見てたら、まあまあ、まあまあ、なんかね、できそうな感じだったんで、まあそんなんで今日はね、動画作りをしてたんで、結構時間かかったね。今日は動画編集で一日終わったかなみたいな、そんな感じでございました。お吸い物とご飯と、あとあれか、ね、思いがけずガーデニング日和になっちゃったもんな。収穫祭だったな。あとあれだ、ごま餅。ごま餅をね、作ったというか、食べたというか、すりごまね、すりごまに砂糖と醤油入れて混ぜて、そこに切り餅乗せて、レンジでチンして食べたらね、上手にできました。上手にできましたよ。美味しゅうございましたっていう、感じでございました。カニタンさん、キャンバでイラスト、イラスト、イラスト、ハートで見えない。イラスト、わかんない。カスみたいな。なんかね、そう、それのやり方、説明してくれてるやり方の方が難しかったっていうかね、私そんなやり方全然知らなかったって感じなんだけど、無表情のね、アバターっていうのかな、イラストがあって、で、それになんかね、素材で、顔の表情だけ、の動画がね、あるみたいなんだよね。で、それを拾ってきて、で、背景消して、で、そのね、イラストに顔の大きさ合わせて、で、喋らすみたいなことやってて、そんなやり方してんだ、なんて思ったんだけど、普通にさ、素材にさ、動く素材あるじゃんか。だから、それ使っちゃえばいいやと思って。そこまでちゃんとやんないで、それ使っちゃえばいいやみたいな感じでね。だからまあ別に普通に簡単にやっただけだけど、みたいな感じだけど、まあそこまでたどり着くまでの道のりがな、
長かったんで、結構時間がかかっちゃったよっていう感じ。動かす。ね、そう、動かすみたいなね、結構ね、上手にできるもんだね。みんないろいろね、工夫してやってんだなっていうのでね、すごい。みんなすごいなって思った感じでございました。っていうわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよーって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。